皆さんこんにちは。エコロジストの太田です。今日は生態学の面白い論文を一つ紹介したいと思います。この論文は2015年に科学誌のネイチャーに掲載されたものです。ネイチャーって皆さん結構ニュースでも聞いたりすると思うんですけど、世界的にも有名な科学誌で、研究者にとってネイチャーに論文が掲載されるっていうことはとっても名誉なことなんです。今日紹介するこの論文は当時イェール大学に在籍していたまだ若手の研究者が発表したもので、この論文をきっかけにこの研究者とっても有名になったんです。それでは前置きはさておき、今日紹介するこの論文は Mapping Tree Density at the Global Scale というタイトルで、日本語にざっくり訳すと地球上に木が何本あるか推定してみたっていう論文です。まず一つ大事なポイントは、実際に全部数えたわけじゃないよっていうことです。実際全部数えるってなると自分の近所だけでもかなりな作業になりますよね。この論文では実際に数える代わりにデータと AI 人工知能を使ってその数を推定してみたっていう論文です。じゃあ皆さんちょっと想像してみてください。これからプロジェクトをやるよってボスに言われて、地球上に木が何本あるか推定してみようっていうプロジェクトをやりなさいって言われた時に、あなたならどういうアプローチを取ると思いますか？ちょっと動画を止めて考えてみてもいいですし、お手上げっていう方はどうぞこのまま聞いてください。きっと英語のできる方はタイトルからちょっと想像がついたと思うんですけど、density 密度、一定面積あたりの木の本数っていうのを元にして、じゃあ地球上の森林全体の木の数はいくつだっていうのを推定したわけです。ではもう少し分かりやすく言うと、ここに50ヘクタールの森林があったとします。でこの50ヘクタールに生えている木の本数を知りたい。でも50ヘクタールって結構な土地なので全部数えるのはちょっと不可能なんですね。となった時に1ヘクタールだけとりあえず木の本数を数えてみた。すると500本あった。となった時に1ヘクタールあたり500本あったかける50ヘクタールで2万5000本っていう推定値を出すことができるわけです。この論文も実はこれと同じことをしてるんです。森林っていうのは実は大学とか研究機関とかまたは政府が定期的に森林に出向いてってある一定の面積あたりの木の本数とか種類だとかっていうのをモニタリングしてるんですね。なので世界各地の各大学とか研究機関が集めてる森林のデータっていうのを集めて、それを元にして世界各地の森林の木の密度っていうのを推定しているわけです。例えば日本でも環境省が日本中の50の地点に森林のプロットっていうのを持っていて、それは1ヘクタールだったりもうちょっと小さくて10メートル ×10 メートルとかの面積だったりするんですけど、そういうところに数年間に1回ぐらいの頻度で出向いていって木を全部測って、その木がどれぐらい成長したとか木の種類が何があるっていうのをモニタリングしているわけです。なので日本では例えば50の地点で木の密度のデータがあるわけですよね。でそのデータを元にして AI を用いて日本の森林面積全部の木の密度を推定しているわけです。この論文は地球上の木の本数なので、日本だけではなくて他の全ての国の木の密度を推定しています。木の密度っていうのは森林のグループによってだいぶ変わってくるんですね。例えば東南アジアの方の熱帯雨林とかっていうのは日本の森林より木の密度高そうですよね。っていうのも東南アジアの方は気温が一年中高くて降水量も結構高いので、日本のように冬が寒くなる国と比べて木がたくさん茂るわけです。そういったざっくりした森林のタイプっていうのを生物群系、英語ではバイオンって言います。この論文では人間が勝手に決めた国の境目っていうのを使わずに、こういった森林のグループごとに木の密度を推定しています。ではその木の密度の地図を見てみましょう。この地図は1キロ平方あたり何本木が生えているか示したものです。もちろん森林がない砂漠のようなところではゼロなんですけど、多いと100万本も生えてるらしいですね。特に南米のアマゾンのあたりとか北の寒い地方に木がよく生えてるみたいですね。上の表を見てみると先ほど話した生物群系あたりに何本木が生えているのかが見れます。例えば一番上の Boreal Forests
っていうのは北方林って言って、カナダとかロシア、北ヨーロッパなどの寒い地方に生えている森です。本数はビリオン、10億単位で示されているので、749ビリオンっていうのは7490億本っていうことになります。2番目はデザート、砂漠ですね。砂漠にもところどころ木が生えている場合があるんでしょうけど、広い砂漠面積全体で530億本なので、北方林に比べるとだいぶ少ないです。日本は沖縄の方に熱帯雨林があったり、北海道の北の方には北方林があったりするんですが、そういったところを除くとほとんどが Temperate Broadleaf か Temperate Conifer に属しています。Temperate っていうのは温帯、暑すぎず寒すぎずっていう地域で、Broadleaf と Conifer は葉っぱが丸いものか松のように尖ったものかの違いです。で、じゃあこの論文の一番メインのところなんですけど、最終的に地球上には何本木があるのっていうと、これらすべての生物群系の合計、ここです。3兆412億本です。数字が大きすぎてあんまり想像がつきませんよね。でも今まで地球上すべての木の本数を推定するっていうのはデータもなかったし AI などの技術もなかったのでできなかったことなんですが、技術の進化で正確な本数とまではいかなくても推定値が出たっていうので大きな話題になりました。この3兆本の木のうち1兆以上の木が暖かい地方、熱帯地方とか亜熱帯の地方にあるって推定されています。東南アジアとか中南米の方にある森林ですね。熱帯地方の森林っていうのは寒帯にある北方林とか温帯にある森林と比べて面積自体は少ないんですが、地球上にある樹木の3分の1以上が熱帯地方、亜熱帯地方に分布していることになります。そして他の3分の1の木が日本などの温帯やカナダやロシアの寒帯に属していて、残りの3分の1は他の生物群系に分布しています。この論文がさらに報告しているのは、毎年約150億本の木が失われていて、1万1000年前に人間が文明社会を築き始めた頃に比べると約 45.8% の木が失われたっていうふうに報告をしています。これらの数字っていうのも今までは森林面積っていうのは衛星写真などからだいたい推定はできたんですけど、具体的に木の本数が何本減ったり増えたりしてるかっていうのは分からなかったので、とても画期的な新しいデータになります。さあ、ここまで地球上に木は何本あるか推定した論文の紹介をしてきました。合計は3兆本っていうことだったんですが、皆さんの予想していた数字と比べて大きかったですか？少なかったですか？森林に関するデータは年々増えてきて、それを分析したり様々な推定を出すコンピューターの力も年々上がってきています。今後はこの数字もかなり正確なものになってくるでしょうし、どういった種類の木が増えたり減ってるのかっていう詳細な情報も得られるようになってくると思います。